DIY 教室、壁紙柄合わせの仕組みを徹底解説。下地を切らないジョイントカットのコツ。柄の入った壁紙を貼るときにぴったりつなげるのは難しいと思うかもしれませんが、仕組みとコツが分かればそれほど難しくはありません。この動画では壁紙を貼る際の柄合わせの仕組みや正しいジョイントカットの方法、下地を切らないためのコツなど徹底解説していきます。今回は壁紙の重なりが分かりやすいように壁紙をずらして貼っていくことで柄合わせ、ジョイントカットの仕組みを詳しく見てみましょう。こちらのレンガ柄の生のり付き壁紙を使用します。柄合わせできる壁紙には模様の繰り返しがあります。柄合わせマークを目安にすることで模様のつなぎ目を簡単に見つけることができます。のり付き壁紙は裏面のフィルムを剥がして貼ります。まず石膏ボードの下地に1枚目の壁紙を貼ります。壁紙の両端にある耳には縦リピートの間隔がわかる柄合わせマークの他に天地の矢印があり、貼る時の目安となります。端をめくってみるとテープがついている部分は下側にのりがつきません。2枚目を貼る直前に1枚目の左端のテープを取り除いて1枚目の端を貼り付けておきます。耳の印で位置を確認しながら2枚目も貼り、実際の柄を見て細かく合わせていきます。パタパタめくった残像によって2枚の柄がぴったり一致しているか確認します。下の方まで全体的に継ぎ目の柄を合わせましょう。重ねた2枚の壁紙の耳の間に同じ柄が揃って重なる部分ができます。上側となる2枚目をめくってみます。生のりなので乾くまでは何度でも剥がして貼り直すことで位置の調整ができます。こちらの端もテープの下にはのりがつきません。このテープによってのりがつかないところでなおかつ柄が一致して重なっている部分がジョイントカットに適した範囲になります。上側の耳から約5ミリほどがカットラインの目安となり、地べらやカット定規を当ててカットします。ジョイントカットする際は下地の石膏ボードまで切らないように重なった2枚の壁紙だけをカットしましょう。上側の切り代の下はテープ状でカットできていればのりがつきません。重なっている部分の上側をめくってカットしたテープの残りと下側の切り代を取り除きます。最後に継ぎ目を合わせるようにローラーで圧着します。下地をカットしない成功例。ジョイントカットの際、壁紙だけをカットできればめくってみてもこのように下地は切れていません。正常な切れていない下地に壁紙を貼ってジョイントをローラーでしっかり圧着します。壁紙はのりが乾くときに縮もうとしますが、継ぎ目をローラーでしっかり圧着することで正常な下地に壁紙の端が固定されて継ぎ目の割れがなくきれいに貼ることができます。下地をカットした失敗例。ジョイントカットの際、力を入れすぎると下地までカットしてしまいます。めくってみるとこのように下地まで切れています。下地が切れた状態でも同じようにローラーで圧着すれば一見きれいに貼れたように見えますが、のりが乾いて壁紙が縮もうとする力で下
下地の切れた部分から継ぎ目が開いてしまったり、気温や湿度の変化による伸縮で切れ目に力がかかり、時間の経過とともに下地から割れが発生する場合があります。下地の割れを防ぐ和紙テープの使い方。下地を切ってしまった場合は、和紙テープをカットラインに沿って下地に貼ります。和紙テープは壁紙についていた糊で貼れます。同じようにローラーで圧着すると、下地に切れ目があったとしても和紙テープがつなぐことで割れが発生するのを予防できます。正しいジョイントカット方法。壁紙のカットでまず大事なのはカッターの切れ味です。1列カットするごとに刃を折って切れ味を保ちましょう。折る筋1枚分の刃を出して、筋がある方を硬いものに押し付けて折ります。刃が傷んだままカットするとしっかり切れずに失敗してしまいます。水分を含んだ壁紙は柔らかくなって切りにくいので、動かないように力を入れて壁に押さえつけましょう。カッターの刃は壁に対して直角に当てます。カッターは横から見て寝かせた状態の方が刃が引っかからずにスーッとカットできます。下地を切らずに壁紙だけをカットするために、カットの感覚を練習で覚えましょう。まずわざと失敗して下地をカットしてみます。ガリガリと石膏ボードまでカットする音と感触があります。めくってみると下地まで切れてしまっています。次に力を加減して壁紙だけをカットしてみましょう。先ほどより音が小さく滑らかに切れます。めくってみて壁紙が切れていない場合はもう少し強めにカットしましょう。壁紙は切れていて下地が切れていなければ成功です。正しいカットの感覚を忘れないうちに本番のジョイントカットを行いましょう。より丁寧な施工を目指したい場合は下地を切らないようにカットした上で、さらに和紙テープも使用する方法がおすすめです。